こんちは。新シリーズ、ありし日の野良マルチ、パート1やっていきます。新しいシリーズということで、一応パート1の最初だけ注意点とか話しとくね。本編開始タイミングを載せておきますので、適宜飛んでください。タイトルそのままだけど、4G のオンライン時代にたまたま撮影してた野良マルチの模様をお届けするよ。録画データを見ると、撮影日は2021年末あたりでした。だいたい3年半くらい前ですかね。使用キャラは過去動画で使ってるメインデータと同じ。ハンターランクポイントが少ないことから過去の映像とわかります。当然だが、これは任天堂のオンラインサービスのもの。非公式に繋いだものではないよ。そして当チャンネルで非公式なオンラインプレイについて推奨するものではありません。まあ正直、編集でごまかせるから証明しようがないが、そこは空気感でわかる人はわかってくれると思う。それで当然オンラインサービスは終了しているので、動画ストックがなくなり次第シリーズ終了となります。1、2回で終わるような少なさではないけど、何十回も続けられるほどはないね。その代わりと言ってはなんだが、プレイの様子はあまり切ったりせずにお届けする予定だよ。一応、我々もカンストしたガチ勢の端くれですから、考えとか野良あるあるをお届けできればと思います。よし、それじゃあ前置きが長くなったが、本編始めていこうか。この企画、ずっとやりたかったんですよね。我々としても楽しみです。それじゃあスタート。今、部屋を検索してるとこだね。普段の動画と少し画面比率を変えています。チャットが見えなくなっちゃうので。右の余白には補足情報を載せることにします。クエスト内容や入手武器傾向などなど。お、見つかったみたいだな。どうやらカンスト2名の部屋に入ったようです。まず装備を確認します。入ったらメンバーの装備チェックをしてからクエストを確認するのがお決まりだったね。よろしくお願いしますが出ました。お気に召したようです。あとのお二方、マヒチャークと睡眠総研ですが、がっつりはめる方針ではないようです。あ、もう一人入った。この人も巻き込んだね。見た感じ、純倍率スロさんでしょうか。田村40ならめっちゃいい武器ですね。まずは体験不在になりそうだ。アックスコンベヤだと珍しくない光景。心しも参加が許可されました。まずはこの4人で回していきましょう。麻痺3人と睡眠が1人の構成ですね。これはラージャンくん動けなさそう。にしても、ハイボール氏は舞踏家積んでたね。こだわりを感じるおしゃれな構成だ。惰性2を積んでるところを見ると、さっきまでティアラーでもやってたんだろうか。人の装備見ると色々推察できたりして、この時間も楽しいんですよね。あ、心しの食事が終わったようです。ここで出発準備を完了させます。準備完了のタイミングって個性出るよね。速攻で押す人もいるけど。プレッシャーかけないためにギリギリまで待つ人もいます。我々はどちらかといえば後者でした。おーし、じゃあやっていこう。初動は針主の行動を見ていくよ。初期1じゃないと石研ぎたくないですからね。今回は種使ってるので1っぽいです。にしても、やっぱマルチプレイって重いな。FPS だいぶ下がってるように感じる。お、ちゃんと初期1だった。これ、多分有名な構成のやつかな。じゃあ、まずはエキスを回収していきましょう。体験いないので、こづいても OK です。体験がいるなら、初撃を譲るべきだね。間違っても怒り以降させてはいけない。今風に言うと、オンラインマナーってやつか。歴史は繰り返す。正直、4G とワイルズでは重さが違いますけどね。こっちは油断したら一瞬で全滅なので。この辺は、旧作の方が切実な感じがするね。はちゃめちゃな調整ゆえのものかな。特にギルクエは、やるかやられるかですからね。満たさないといけない水準はかなり厳しいです。その制限の中で楽しんでましたが。あ、心しが捕まった。大丈夫か。高速には移行しませんでしたね。プレイヤーだけやられモーションを取り続けてました。で、1分経過したので、そのまま極限解除です。ノラは色々と実況が忙しいですね。基本、ラーの解除で詰まることはないからな。開幕でチラチラタイムを確認するのはあるあるだ。おっと、1回目の麻痺が早速来たね。さすがに3人もいりゃ早いな。ノラだと麻痺の評価は高いですね。誰が相手でも効果的です。さらに、このパーティーであれば。ほい、そのまま睡眠も入ったと。睡眠は1人だが、双剣なら十分だな。この状態以上をうまく重ねるのも腕の見せ所だ。拘束時間が被らないように、ちょっとずらしたりな。ハイボールしっかり瓶と盾強化を揃えてくれました。上質で景気よく寝起きドッキリです。見たところ、HP は削れてないので、
舞踏家も生きてたみたいですね。睡眠は回復できるから、舞踏家と相性いいな。謎のシナジーを発揮してる。確認した時は正直、ちょっとギョッとしましたが、ちゃんとお上手な方みたいで安心です。基本、部屋主の装備がヤバそうなら抜けたりするが、装備がまともでもダメな例はあるからな。連動だけはやってみないとわかりませんからね。なるべく装備だけで判断しないようにしてました。ダメージ受けちゃいましたね。ここは回復しときましょう。ちょうどみんなも体力減ってる。粉塵で切り返すぞ。もう一人と粉塵重なりましたね。これにはありがとうございますが止まりません。雰囲気も良さそうですね。これは何回か周回したいところです。まあ、いくらギス音とはいえ、粉塵にシャイがないほど荒れた部屋は見たことないけどな。よし、白エキスは優先して回収してと、採極をもうちょい先だが。今は欲張らずに3色回収を優先していますね。今後歌い効果を耳栓代わりにしてます。銅を狙って。あ、終わっちゃった。3色揃えるタイミングまずったな。みんな、ちゃんと火力を出していたみたいですね。3分経たずに1投目終了です。それじゃあ、トイレから向かいましょう。なるべく早めに2投目と交戦開始したいです。エリアには砂か。ここにはいないみたいだな。というか、この構成でなんで先頭走ってんだ。ジャークに譲れよ。エリチェン直後に気づかれたら、ジャークが間に合いません。こんが見つかったら気まずいです。ああ、結局一番乗りしちゃった。そういう考えの時期だったのかな。で、結局ジャーク待つのかよ。何がしたいんだこいつ。間違いなく過去の自分なんですけどね。エリチェンしてから思い直したんでしょうか。ハイボールし、ちゃんと前に出てます。衝撃を入れる意思表示してくれてますよ。これ気づかれなくてよかったよ。ジャークなら一気に解除進むからな。はいちゃん頼んだ。一発かましてくれ。上出狙い。でしたが、失敗からの怒り以降読みをしてますね。あの距離だと、斧しか当たりません。ジャークは上出一撃で極限解除できるんだけど、距離の調整が難しいんだよね。斧と衝撃波の判定を同時に当てる必要があるが、斧は地面スレスレまで当てちゃいけないんだよな。上出での解除自体、見た目はかなり派手ですけど、失うものも大きいですからね。失敗しそうなら、空室にすぐ切り替える、冷静な判断も必要になります。あ、また麻痺からの睡眠コンボ入った。今度は寝るの一瞬だ。しかし、チャークの寝起きドッキリはならずです。ビクト氏、怒りのランブレンラ。というか、途中で止まれなかったんですね。これたまにあります。睡眠を起こす方法は部屋によるけどね。体験以外だと、わざわざ待たずに殴り続けることもある。寝起きのダメージは体験圧倒的ですからね。チャーク程度だと無視する部屋もありますね。そういうのが大抵、効率を求める方が多い部屋です。この部屋よりは殺伐よりかも。我々は、どっちの空気感も好きだよ。気分によってガチもいいし、ほんわかするのもいい。それに、ほんわかといっても比較的ですからね。プレイヤーレベルの平均値は高いです。テオラー程度には遅れを取らない部屋がほとんどなので、ガチ部屋じゃないと非効率とかはないですね。あくまで、一番の目的はいい発掘をもらうことだしね。ソロより早けりゃ特に問題はない。で、今度は我々の手で睡眠スルーしちゃった。麻痺が重なったか。そろそろ終わりそうだから関係ない気もしますけどね。いかがでしょう。おお、そのまま終わったね。クリアタイムは5分半くらいだった。構成の割に結構早いんじゃないかな。みんな上手かったね。武器種や属性のバランスも良かったですね。麻痺と睡眠のコンボ、さすがでした。それでは報酬画面に行きます。最初の鑑定参りましょう。レア級が2本だけか。最初はこんなもんだろう。ラーラーなので報酬量はレベチですね。久々に見ましたけど。その後、同じ構成でもう1回やってきた。今度は4分台で終わってたよ。2投目がすぐ合流してくれたのが良かったですね。エリチェン運で1分くらいなら容易に変動します。雰囲気もいいしみんなしっかりしてるし、これはいわゆる当たり部屋ですね。報酬は言わずもがなだしね。できれば長く続いてほしいな。おっと、ここでチャットに動きが。ビクト氏からクエ配布の要望が出たぞ。オンラインではたまに見る光景ですね。各いう我々もたまに交換を依頼したりしてました。こういうのは一人が OK されると大抵全員に配られます。さて、ハイボール氏の動向やいかに。おう、OK が出たね。微妙に間があったのが気になるが。あれ
まだりっくん準備完了してなかったけど、ああ、これは、どうやら OK じゃなかったみたいです。意図的に置いていかれましたね。明らかに配布のお願いが原因でしょう。若干、部屋に緊張が走ります。配布に関しては部屋主によるからね。誰が悪いとか全くないのははっきりしてる。というか、こんなのは日常茶飯事だ。即キックじゃないだけ穏やかな対応だと思うよ。にしても、こんな映像撮れてたんですね。ノラのリアルって感じがしていいと思います。ちょっと懐かしい気持ちになるよね。こういうのたまにあったなって。クエスト中、チャットは定型文しか打てないから、そもそも雰囲気をつかみきるのは難しいからな。こういうのをプレイヤー名出してお届けするの、最初はどうかなと思ったりもしましたが、よく考えたら3年以上前だし、もうマルチできないので、今更誰に配慮するんだと考えて動画化しています。むしろ当たった人が反応したりしたら面白いよね。今でもやってたら相当な 4G 好きだから。データに残ってるのはごくごく一部ですが、この当時はまだまだ人もいましたからね。令和7年にネット上で再開とかできたら熱い展開です。さあ、虫を飛ばして極限解除だ。さすがに3人でも何ら問題ないな。火力や解除値については過剰なくらいありますね。石を温存しないと2匹目間に合わないくらいです。残ったのは麻痺組の3人ですか。高速自体には問題なさそうですね。コンとチャークの組み合わせはよく見かけた。アックスコン部屋は大抵これ。この辺は最効率重視ってわけでもないんですよね。あら、今のローリング当たりますか。タゲついてなかったと思うんですが。2発目から急にこっち狙い出したように見えたが、どういうことだ今の。こういう時は回復を優先しましょう。あ、ハイボール氏もぶっ飛ばされてる。あれ根性発動したっぽいな。回転攻撃、向かって右の判定が強い上に持続するので、終わり際でも食らったりするんですよね。マルチだとラグや処理落ちもあって、ソロと当たり判定の勝手が違うことも多いです。基本的にはソロより大げさに避けた方が安全だね。よく調子乗って攻めすぎちゃうけど。マルチだと無理やりひるませたりできますからね。つい手が出てしまうのも仕方ないです。マルチのコンは特に回避性能が有用だったように思う。急にあらぬ方向を向いたりするからね。振り向きの猶予が少なかったりするんですよね。元はマルチ用に組んだスキルでした。結果として現在でもソロ用装備として残っています。これは組んで正解でした。さて、エキスが切れかけだ。きちんと3色回収を優先するよ。3人だとさっきより時間かかるでしょうしね。最極までするかはわかりませんが。進撃は念のため2投目に残したいので、白の回収を優先します。よし、とりあえずこれで代々も取れて、スムーズに回収が完了したぞ。代々って結構取るの難しいんですよね。通常だと腹にめり込むと取りやすいんですが。ラーは小さい体に全員が密集するので、こかされ続けて虫が飛ばせないことがあります。こういう麻痺中のラッシュとかね、SE がないとまともに攻撃すらできない。ハンマーやランスが厳しかった理由、この辺に現れてるよ。おっと、もう1投目が終わりましたか。なんだかんだ3分くらいしかかかってません。お、ハイボール氏のネタ定型文が来た。2投目の方が兄らしいぞ。これはラーラーならではの仕込みでしょうね。兄弟だったんだというのは置いといて。ネタ定型が飛んだ以上は気を許してるんでしょうが、さっきとの温度差で風邪ひきそうです。人間って面白。あ、今回もエリア3人いましたね。また戦闘。の割に入ってからジャークを待っています。何してんでしょうねほんと。なんか、こうして自分のプレイ見返すと恥ずかしいな。動画にするつもりじゃないからやり直せないし。まあええや、気づかれてないし。また初撃はハイボール氏に任せよう。今度も調湿狙うんでしょうか。ハイボール氏、調湿の頻度が結構多めです。あ、今回はちゃんと硬質に切り替えてるね。榴弾の爆発が見える。剣の攻撃が当たってましたもんね。冷静なプレイングです。硬質でも解除値の蓄積は凄まじい。この後すぐ解除できるだろう。そういえば、今回は攻撃といでますね。特に影響ないと思いますが。本当に影響なかったね。やっぱりチャークは頼りになるな。1投目を見る限り、こいつも問題ないだろう。こりゃ2投目はカットかな。あれ、心し、動いてなくないですか。解除までは普通でしたよね。嫌な予感がするね。ああ、それどころか判定すらなくなってる。これはもしかしなくても。やっぱりこうなりますよね。心し、突然の離脱です。これは普通に事故っぽいかな。タイミング的に中途半端だし。
おーっと、ハイボール氏からお疲れ様が出ました。これは一体どういう意図なのか。不穏半分、私らへのネタ半分ってところだろうが、チャットで結構感情表現してくるタイプかもね。まだ3週目だけど、いろいろ起こりすぎだろ。出発前は4人だったよな。いかにも野良って感じの映像が撮れてますね。こんなのが3年半も眠っていたとは。しかし、ここまで人数が減るとタイムは落ちそうです。クリアには支障ありませんけど。心氏の装備、結構火力重視だったからね。麻痺への寄与も大きかっただろうし。まあとはいえ、1頭なら何とでもなるだろう。おつらない程度にやっていくよ。ハイボール氏。ああなんだ、肥やし使うってことですか。いきなりご乱心かと思いました。この人の情緒がいまいちわからん。定型文は結構ネタ成分多めだぞ。しかも今のは特定状況で自動で発言するやつですね。乗ってくれば慣れ合いもしてくれそう。これでもクエ配布の依頼はダメなのか。基準がいまいちわからんな。見た感じ、我々もつかみきれていないようだ。さっきの置いてきぼりがちらつく。そんなことより体力が危ないですよ。しっかり回復しておきましょう。どっちか移ったらソロになっちゃうもんな。それは避けたいね。あとは、白エキスをすぐ回収したい。ダゲには十分注意して。ハイボール氏が。ついにオツが出てしまったか。さっき根性を使ってたもんな。しかし、やられた時も気持ちネタ入ってるな。マジで掴みきれなくて困惑してるよ。っていうか、なんか返してあげてくださいよ。ドンマイの定型文あったでしょう。当時のことはさすがに記憶にないが、おそらくプレイ中はちょっと警戒してるね。個人的にオツチャットにネタ成分はいらない派だ。そこだけはしっかり謝りたいんだよな。なるほど。それならまだわかります。この回、いろいろ起きてますからね。おっとっと、これ以上オツは避けたいぞ。リーチになっちゃうからな。ハイボール氏が戻るまでは慎重に行きましょう。無理にソロで頑張ることもありません。さて、2人でやり続けること数分。おそらく、ここが最終エリアになると思うが。やはり、3人が2人になるとパワーダウンしますね。特に、チャークはダウン回数の影響大きいでしょうし。終わりましたね。なんとか乗り切りました。いつの間に人が半分になってどうなるかと思ったが、相手ならどうってことなかったね。クリアタイムは12分半くらいだった。これだけやれれば十分だろう。にしても、後付けすると色々ありましたね。途中、ハイボール氏の動向ばかり追ってました。っていうか、いろいろネタにしてすまん。見てて面白かったからつい。じゃ、報酬見ていきますか。はい、出ました。睡眠のゴールチャークです。ここで出てたんですね。これはいつもメインデータで使ってるもので、たびたび動画でも話題に出しています。これがあるから録画残してたわけだ。記念映像だな。ほい、というわけで、アリシヒの野良マルチ、パート1でした。さっきの部屋の映像、もう少し続くんですが、それは次回以降にしますね。で、こちらが例の睡眠チャークです。これは今回用に新しく撮影しています。見てわかると思うけど、ほぼすべてのチャークマイセットが更新されたよ。とにかく睡眠が強すぎてな、全部これでいいってなってる。切れ味だけ100点ではないですが、匠不要なのは大きいですね。スロさんもあって欲しいスキル盛り放題です。よくぞ出てくれました。当然ながら3年半、ずっとこればっか使ってる。今後更新されることはあるのか。そんなわけで締めていきます。一応新企画、いかがでしたでしょうか。最初に説明した通り、そこまで長く続かないだろうが、ある素材はしっかり動画にしたいと思う。実は他にもゴールを出した映像があるのです。それもぜひお楽しみに。ほいじゃ、次の動画で。またね。